皆さん、横浜と聞いて思いつく場所はどこですか？海風を感じる港、都会的な街並み、それともロマンチックな夜。今日はもう一つの表情を持つ地元の人に親しまれてきた場所へ。最寄り駅の JR 桜木町、ここから始まります。これ食べっ子動物違う。これミニボール。食べっ子動物園のキリンはもっと首が太い。あ、見て。こいつ可愛いです。友達なの。お疲れ。JR キャラクタースイカのペンギン、27年3月で卒業。いつも見てきたものがいなくなるのは寂しいですよね。レザーパンダも生えてる。これ着て一日観光でもいい。いいね。買う。いいよ。ペンスタのお店は上野、新宿、大宮、そしてここ桜木町だけです。お腹空いた。朝ごはん食べに行こ朝ごはん食べに行こう。駅の目の前にあるショッピングモールの中、フランス生まれのおしゃれなパン屋さんポール。最初の海外出店は日本だそうです。生地をフランスから輸入してお店で焼くパンはどれも美味しそう。30秒。温めたらより濃厚なバター味がするプレーンクロワッサン。さっくり感だけではなく、パンのふわっとする歯ごたえも残っています。クロワッサンだ。クロワッサンの上に焼きチーズ、中に生ハムと野菜を挟んで。クロワッサンだ。こっちは加熱しないのでちょっとカリッとしていました。パンショコラって枕みたいじゃない？ここで寝たいよ。枕にして。よくわかんない。膨らんでる。膨らんでる。枕。パンオショコラは軽く温めると中のビターチョコがじゅわっととろけて、弾力ある生地と合わせた贅沢な味。隣のシャル桜木町アネックス1階にある旧横ギャラリー、ここに展示しているのは実際に走っていた蒸気機関車やジオラマなど。台北にあるんだって。あ、これ台北にあるの？うん。本当だ。台北にも当時台湾で使われていた機関車が展示されていま2す。車両とも台湾へ輸出された。だけど6号車は現地に着く前に海難事故で水没しちゃって、7号車は台湾で活躍して、無限列車の中に出てきたシーンみたい。なんか見たことある。日本初の鉄道駅、横浜停車場。それが現在の桜木町駅にあったことから、ギャラリーがここに展示されています。鉄道の歴史を知っていくと同時に、日本に大きな影響を与えた偉人たちが多く携わっていたことを知って面白かった。明治天皇が3号車で、渋沢栄一は6号車。
この時代本当に面白いね。すごいね。ちょっと想像できない。跡形も昔の方たちの写真のポーズは素晴らしい。こんな自然に目線を外して上手。みんなかっこいい。アイドル。口開けてる。鉄道のマニアかなんか。違います。ね、と興味あります。これがね、はい。青梅鉄道。鉄道マニアと思われ、親切なおじいちゃんに、東京青梅市には鉄道公園があるよ、と教えてもらいました。様々な時代と土地を走ってきた明治の蒸気機関車から初代新幹線までも展示されているようです。公式サイトから見たら少し面白そうなので、私たちの旅行リストに入りました。今日もいい出会いに感謝です。次は時代の変化とともに歩んできた下町野毛へ。戦後、食べ物や物資が集まる巨大な闇市がここで生まれ、今では飲み屋街として夜にぎわう街。昼の街は穏やかで、日が落ちるまでの時間をどこか待ちわびているような雰囲気。かわいいバスに揺られて向かうのは、横浜の人々に70年以上愛されてきた無料動物園。2027年1月にリニューアルのため2年間閉園になります。その前に会いたい子がいます。いや。綺麗だな。寝室あるんだね。見えた？外行っちゃった？うわー。いちごっていう名前のレッサーパンダですね。14歳になる女の子の個体になります。ちょっとね、気温は高めなんですが、日がそんな出てないのでね、お外で見てあげたいと思います。レッサーパンダね、ご覧のようにね、すごいぬいぐるみみたいに毛がもじゃもじゃな動物です。夏でもね、そんな毛並みしているので、夏の暑さっていうのはね、とても苦手です。本来寒い地域に住んでいる生き物ですので、最高気温でもね、25いかないような地域だと思います。なので、日本のようにね、高温多湿になってくると、ちょっとすぐバテてしまう。見てくださいね。でまたね、いちごちゃん、14歳でね、高齢になってきてもいるのでね、
動かないんだ。割とお部屋の中で過ごす。めんどくさいって言うとね、そういうのちょっと武力行使に出るのが。木登りもね、上手な動物ですので、生木とかだったらですね、こう、そのまま垂直にまっすぐ登っていきますね。で頭から登ってって、頭から落ちてくるのでね。はい。入っちゃった。入っちゃった。爬虫類はあんまり詳しくないですけど、ここには珍しい生き物が飼育されているらしい。馬と同じから。なんかかっこいいね。ずっと食べてるね。ポンパドール監修、この野毛山ドッグ。フランスパンにソーセージ、上にラタトゥーユソースとチーズ。ホットドッグの軽食のイメージだったけど、結構ボリュームがあって美味しいよ。外は35度近い気温。エアコンがないと私もこうなるでしょう。会いたいのはこの子。可愛くて暑さに強い私の憧れ。高いね。なんでこんなにキリシーなの？目が可愛い。目が可愛い。そう。背が高いからじゃないの。ストレートネックは一緒か。この子たちを見て親しみのある景色だと思いません？どういう意味？そうだね。ボロ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 。ああ、どこか懐かしい気持ちになるね。意味わかんない。昔ながらの動物園には檻で囲まれた展示が多いですが、リニューアル後の野毛山動物園は動物たちが自然に近い環境で過ごせるように、そして訪れる人がさらにワクワクできる場所へ変わるそうです。丸い。こんな鳥見たことない。なんだ。ねえ。なんていう鳥？カグー。カグーはニューカレドニアの固有種で、この子も日本ではここしか見れない珍しい鳥。この頭になるんだね。見てよ。取られるのが嫌なんだね。お尻かわいい。動物園を出る前に珍しいゲストを発見したようです。
これはハチドリかな？詳しい方教えてください。楽しませてもらった感謝の気持ちも込めて、リニューアル後来るのも楽しみ。隣には100年前からここにある公園、横浜の街を見渡せる高台。かつては横浜の豪商たちのお屋敷があった場所で、関東大震災後の1926年に公園として開園しました。その後、動物園と遊園地を備えた野毛山遊園地の時代を経て今の姿へ。上手だね。すごい上手。どうする？これからご飯。坂を下って野毛町に戻り、ご飯を探します。600軒の飲食店が並ぶ町。焼き鳥の店。居酒屋さんや焼き鳥屋が多い中、常連さんに親しまれる喫茶店やおしゃれなレストランもあり、今日は洋食の気分。3回も通って気になったから入ってみたこのお店。ナポリタンとオムライスが有名らしい。いただきます。薄いチキンカツはオムライスとの相性がちょうどよくて、びっくりするほど食べ続けられる一品です。公式サイトの説明は、極太麺を茹でて一晩寝かせた麺をケチャップでしっかり炒めた甘みのあるもちもちナポリタン。そんなに美味しい。食べたことない味。何度も訪れている桜木町。私がここを好きな理由は、同じ場所でも季節や時間、天気によって感じることが変わる。そして自分自身も変わっていくからだと思う。皆さんの行ったことある場所ありましたか？次来た時は少し違って見えるかもしれません。今回の動画も見ていただきありがとうございます。YouTube を始めてちょうど1年。本当に嬉しいことに登録者さん100人を超えました。これからも私たちらしい動画を作って見てくれる方が少しでも優しい気分になったらいいな。また次の動画でお会いしましょうね。